はい、こんにちは。ポッシブル可能性の会オッサンズマムの太田です。最近ハマってる、ラジオトークなんですけども、本当にね、すごい気軽に始めれて、匿名でね、配信することもできるし、逆にね、聞くだけっていうこともできるし、コメントを打つこともできるんで、すごいね、コミュニケーションツールとしては、はい、本当に面白くて気軽で、ね、それで配信者と、リスナーの方の距離もね、すごい近い感じがするので、もしよかったらぜひ始めてみてください。はい。それで、今回の題なんですけども、愛される花屋になるための接客なんですけども、僕がね、今まで見てきた、お花屋さんの接客だったり、お客さんに対しての思いっていうのを、ちょっとね、お話ししたいかなと思うんですけども、今回話しするのは、店売りの接客の仕方という部分に、フォーカスして話をしていきます。僕が今ね、接客してる時にね、一番気を使ってるところはどういうことかっていうと、喜んでもらうっていうことはもう普通だと思ってるんですよ。もうお客様からすると、僕たちっていうのはもうプロなんですよね。なんで、プロがお客様が求めたものを提供して、喜んでもらうっていうことは、これも最低限の、レベルの話だと思うんですよ。はい、なので、忘れられないね、お花屋さんになれる。ね、忘れられないお花屋さんになるためには、どういった目標を持ってね、やったらいいかというと、お客様に感動を与えるレベルまで、はい、接客の質を上げていくといいと思います。で、なんでね、僕がその感動っていうところにね、フォーカスするか、ね、なんで感動というところに、こだわるのかというと、人ってね、満足した分には、人に伝えることってしないんですよ。自分の中でね、解決しちゃうんで。なんですけども、感動したことって人に伝えたくなるんですよ。なので、良いサービスをすると、そのね、お客様がね、勝手にこういうことあったんだ、ああいうことあったんだっていうのを自分の知り合いに言うんですよね。はい。これがまさしく口コミの心理だと思うんですよ。はい。なので、そのためにも、そのね、来店してきてくれたお客様に、どれだけね、心に残るような接客ができるかっていうのはすごい大事だと思うんですよね。そしてね、お花屋さんはやっぱり技術職なんで、どうしても、いいお花を提供すればいい。ね、素晴らしいデザインのものを提供すればいい。ね、あとお値段が安ければいい。って思うんですけども、今回はそのお話はちょっと外しておいて、接客っていうところに対して、お伝えしていければいいかなと思ってます。僕が考えるね、接客の、目標というか、テーマなんですけども、僕はね、第三者、お客様の立場から物を見たときに、お客様はじゃあどういう気持ちでね、お花を買いに来てるのかなって思うんですけども、お客様がお花を使うときっていうのは、特別なときなんですよ。なんで、僕たち花屋は、ね、お客様が特別な気持ちで来てるんだから、僕たちも、やっぱり特別な気持ちでね、お花を提供していかなきゃならないと思うんですよね。お花屋さんにとっては、数ある一つの仕事なのかもしれないですけども、お客様にとってはもうかけがえのない一回のお花なんですよね。なので、それを踏まえてね、どういう接客をしていけばいいかっていうお話をしていきたいと思います。僕が見てきたね、そのお花屋さんの中では、やっぱりね、来店されたお客様はもう花の知識が持ってると思ってるんですよね。はい。なので、例えばね、何にされますかって聞いちゃうんですよね。お花屋さんがね。だけど、慣れてないお客様は、お花をプレゼントしたいと思っても、プレゼントするために何があるかすらわからないんですよね。はい。なので、例えば花束とか、アレンジメントとか、この区別ってわからないお客さんもいるんですよ。こんなね、不安な気持ちで、お花屋さんにね、勇気を持って入ってきてくれたのに、いきなり何にしますかって聞いても、ね、ちょっと不安になっちゃうじゃないですか、さらにね。お花に対してね、あまり知識のない方でも、ね、初心者の方でも入り込みやすいようなね、接客の仕方っていうのはしなきゃいけないと思うんですよね。なので、もちろんね、1回2回来てくれてるお客様のね、顔を覚えるっていうのももちろん大事なんですけども、ご来店は初めてですかとか、そういった言葉でね、聞いて、お客様がお花に対しての知識が豊富なのか、そうじゃないのかっていうのをまず判断しなきゃいけないと思います。そしてね、僕が見てきたお花屋さんの中では、やっぱりね、常連のお客様を大事にする、お花屋さんが多いんですよね。で、もちろんね、常連さんのおかげでね、お花屋さんって成り立ってるので、もちろん常連さんは大事なんですけども、新規のお客さんが増えない限りは、売り上げって絶対上がんないし、利益も絶対上がんないと思うんですよ。なので、やっぱり新規のお客様が、いかにね、お花を買ってよかっ
ったな、お花屋さんって入りやすいんだなっていうふうに思わせることが大事なんですよね。で、さらにね、なんでこんなことを言うかというと、年々ね、花を使う人口の割合って減ってるんですよ。で、さらに今は高齢化社会ですけども、これから人口ってどんどん減っていきますよね。どんどん人口が減っていく上に、さらに花を使う割合が減っていくと、ね、これからお花屋さんの産業ってどんどん小さくなっていってしまうんですよ。なので、そのお客様がどういう気持ちでね、お花を買いに来てるかっていうことをしっかりと把握することがまず第一ですね。はい。なので、お客様はお花を求めてない。はい。なんのこっちゃって感じですよね。はい。花屋に入ってきてんだから花を求めてるだと思いますよね。だけど、そうじゃないんですよ。そのプレゼントをする相手が喜んでくれることがお客様にとっては一番最高なサービスなんですよね。お客様がお花を買いに来て、お花をね、素敵なお花を提供するので、もう普通のお花屋さん。はい。そのワンランク上っていうのは、ね、買ってくれたお客様がプレゼントとしてね、その相手に渡した時に相手が喜ぶかどうかまで想像できるのが一流のお花屋さんなんだと思います。なので、言われたね、金額のお花を提供するっていうことが最高のサービスではなくって、僕たち花屋はね、やっぱりお客様が最終的にどうなるかをね、想像しながら接客をしなきゃいけないと思ってます。はい。それなんでね、そんなね、接客の質を上げなきゃならないのかっていうお話なんですけども、実はね、お花屋さんのライバルってお花屋さんじゃないんですよね。じゃあライバルって誰なのって言ったら、例えばプレゼントに関して言えばもういっぱいライバルやってますよね。別にお花である必要ってないじゃないですか。ね、例えばね、スカーフとかね、帽子とかね、なんでもね、プレゼントってあるじゃないですか。その中でまずお花を選んでくれるかどうかってすごい大事だと思うんですよね。なので、お花屋さんの中だけで競争してても、いつまで経ってもお客さん、お花を使う人口って増えないんですよね。なので、他の業界のそのギフトのね、プレゼントをするっていう時に選ばれるような業界の人たちが僕たちにとってのライバルで、お花屋さん同士がね、ライバル争いしたところで、これ何の問題も解決しないんですよね。なので、今まではね、やってなかったお客様へね、一歩寄り添うようなね、接客の仕方っていうのをこれから考えていった方がいいと思います。例えばですけども、ね、男性の方がね、あんまりお花に詳しくない男性の方が、奥様のね、結婚記念日でお花を買いに来るとしますよね。そうすると、もちろんね、お花に詳しくないので、お花の名前もわからない。ね、アレンジがいいのか、花束がいいのかもわからない。はい。そんな状態のお客様には、もちろんね、アレンジメントと花束と、どういう違いがあるかっていう説明からね、もちろん入るんですけども、あとはね、色の好みですよね。はい。だから、そういうのってね、男性ってね、わからないと思うし、花の種類もわからないんで、何をね、どうしていいかもわからないんですよ。はい。なので僕がね、よく言うのは、奥様は何色が好きですかと。で、何色が好きかわからないという男性ももちろんいるんで、じゃあ、普段着てる服の色は何色ですかと。はい。そういった質問をします。例えばピンクのね、色の服が多かったら、ピンクが好きなのかもなとか、逆にね、いつもピンクばっかり着てるから、ちょっと違うイメージの黄色いお花にした方がいいのかなとか、ね、例えば性格的におとなしい感じの方だから、ちょっと明るい色にした方がいいのかなとか、ね、落ち着いたような性格だから、落ち着いたようにシックに作った方がいいのかなとか、そうやってお客様から、そのね、渡す相手のね、情報をいかに引き出すかっていうのが、この接客のコツだと思うんですよね。お花が詳しくないお客様に対しては、例えば花束だったりとするじゃないですか。でね、花束だったらね、例えば3000円とかで5000円ぐらいの花束とかだったら、やっぱり4種類5種類ぐらいのお花って入ってますよね。なんで、男性の方はね、5種類の花、全部名前を覚えるっていうのは、やっぱりこう、ちょっとね、難しかったりもすると思うので、1種類だけやっぱりね、こうメインになるお花の名前だけね、しっかりとね、覚えてもらうっていうこともしてます。はい。例えばね、ガーベラがメインで作ってる花束だったら、僕はお客様に、このお花の、このメインになってるお花はガーベラっていうお花ですから、ガーベラですって。はい。これだけ覚えていってくださいって。はい。で、これを渡すときにこれガーベラって言うんだよって奥さんに伝えてあげてくださいって。それだけで、ね、そのお客様、その男性の方がね、旦那様がね、奥様のためだけにこれを買いに行ったっていう気持ちになれるじゃないですか。で、もらった奥様も、お花の名前を覚えてきてくれたんだって思うじゃないですか。それは私のために覚えてきてくれたって思ってくれると思うので、ね、3000の花を
ただお渡しするね、奥さんに渡すだけじゃなくって、そういった思いっていうのをこう伝えることができると思うんですよね。で、あとね、僕がよく、使ってたことなんですけども、僕は、来店でね、お客様が来ても、新規のね、初めて会うようなお客様には、僕、名刺を渡してたんですよね。っていうのも、普段ね、営業職とかやってる方とか、会社の社長さんとかは、名刺ってもらい慣れてると思うんですけども、そうじゃない方っていうのは、名刺ってあんまりもらい慣れてないんですよね。はい。なので、逆にお店のカードとかっていうのはね、飲食店とか行ってもね、美容室とか行ってもね、お店のカードってもらうじゃないですか。お店のカードって、どこでももらうもんなんで、あんまりこれに価値って感じないんですよ、実は。はい。だけど、普段もらい慣れてない人が名刺をもらうと、結構名刺って、捨てられないんで、結構長く持っててくれることってあるんですよ。で、僕がね、覚えてるのは、本当に男性の方でね、結婚記念日に、お花を買いに来るっていうお客様がね、何人かいらっしゃったんですけども、毎年買いに来てくれますね。その方も1年に1回しかお花は買わないんですけども、はい、僕のことを覚えててくれてて、毎年毎年ね、結婚記念日買いに来てくれるんですよ。で、そのお客様は最初本当に初心者でお花のことわかんなかったんですけども、で、最初作った時は、赤いが好きだから、じゃあ赤い花で作りましょうって言って赤い花で花束を作ったんですよ。で、その次の年来たら、去年赤だったから、じゃあ今度はピンクで作ろうっていう風にして、ピンクで提供したりもしたんですけども、ね、そうやってやっていくことで、そのね、全然初心者だったね、お花のこと全然わかんなかったお客様が、ちょっとずつお花に興味を持ってくるんですよね。でそれがね、いつも接客してくれるね、毎年ね、1年に1回しか来ないけども、同じ人が接客してくれたら、そのお客様ってすごい安心してお花屋さんに入ってこれますよね。はい。あと、お店にもよるんですけどね、例えばね、なんかの施設っていうかね、大きいね、ショッピングモールに入ってるお花屋さんだったら、扉ってないんで、あれなんですけども、古典でね、やってるお花屋さんだと、やっぱりこう出口ってこう扉とか自動ドアとかあるじゃないですか。で、お花って結構かさばるもんで大きいものですよね。なので僕は、ドアを開けてあげる。はい。もちろんね、そのタイミングにもよるんですけどね、忙しくてバタバタしてるときはドア開けることもできないのかもしれないんですけども、ね、女性の方だったら片手にカバン持ってるじゃないですか。で、片手に花持ったらドア開けれないんですよ。基本的に。なので、例えばね、接客してカウンターがあって接客をしてても、お花を渡すタイミングを遅らせて、ね、僕がこうぐるっとね、お客様側に回り込んでからお花を渡してドアを開けるっていうことを、徹底してやってました。あとね、来店のお客様の時ね、電話で注文されたら作っておくっていうこともあるんですけども、来店してからね、こういうお花が欲しいってね、言われるとね、どうしてもお客様って待ち時間ってありますよね。なので僕は待ち時間の工夫も結構してました。例えばね、札幌時代のお花屋さんなんですけども、僕は出張でね、違うね、北海道外のね、お仕事とかもしてたんですけども、情報を、やっぱりこう、カウンターに置いておく。そうすることで、一般の人たち、普通の方々はお花屋さんが出張するって考えないですよ。お花屋さんがどっかでイベントやってるってあんまり想像しないんですよね。なので、そういう特別なことをやってるお花屋さんだっていうことをお客様に知ってもらえれば、お客様はそれも含めて感動することもあるんですよね。はい。あと、SNS の情報ですね。例えばですけども、カウンターにね、インスタグラムだとか、ツイッターだとかの QR コードをね、置いておくと、ね、もしね、お客様がね、インスタグラムやってる方で、うちのお店のことをフォローしてない方であれば、それをきっかけにね、インスタグラムでフォローしてくれるだとか、例えば、インスタグラムをやったことないっていうお客様でも、インスタグラムやろうかなって思うきっかけにもなりますよね。はい。でも実は、インスタグラムやったことないっていうお客様の方が、熱いファンになってくれることって多いんですよ。そういうね、ちょっとした、テクニックというか、サービスっていうのは、そのお店のね、環境や条件によって、やった方が良かったり、やんない方が良かったりするので、それは個々のね、お店で考えた方がいいと思うんですけども、そういったね、お客様がね、感動してくれるようなね、喜んでくれるような、自分のファンになってくれるようなね、はい、そういった、お店作りっていうことをしていくと、新規のお客さんもね、どんどん増えていくようなお店作りができると思います。なので、もういかにお客様を自分のファンにするかっていうところを目標に、これから接客していくと、どんどんね、人気が上がってきて、愛されるお花屋さんになれると思います。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、高評価とコメントの方よろしくお願いいたします。